2017年にオープンした小田原文化財団江之浦測候所は、太平洋に向かって開けた相模湾を望む神奈川県の小田原市江之浦にあります。広大な敷地にさまざまな建築物や歴史的な石造物、アート作品などが点在しています。古代ローマの円形劇場のような観客席、舞台には光学ガラスを敷き詰めています。透過性の高いガラスを使っているため、観客席からは舞台が水面に浮いているように見えるのだそう。そして灯籠や寺院、橋などの礎石、瓦など歴史的遺物の数々。海へ向かって一直線に伸びるガラス張りのギャラリー。この施設を作ったのはある一人のアーティストです。現代美術作家の杉本博さん。写真家として世界にその名を知られ、近年は建築、演劇などの分野でも活躍。江之浦測候所は自ら設立者となった芸術活動の集大成だといいます。建物等施設がですね、全部がこうアートとして見えるような施設だから、普通のこの機能優先の建築というのではなくてですね、建築そのものがアートになって、その施設全体がアートになっているというものを考えたいと思ったんですよね。ギャラリーには杉本さんの代表作が展示されています。海景シリーズ。世界中の海岸で水平線で上下を均等に分ける構図をモノクロームで撮影。水と空気が生命を支える根源的物質であることを象徴的に伝えます。また杉本さんによれば、この海は人に初めて心が芽生えた時に眺めた光景。太古の人類の感動を今追体験してほしいという思いが込められています。江之浦測候所の建設には構想から20年を要しました。杉本さん自らみかん畑だった土地を切り開き、さまざまな建築物を作り上げました。なぜここを測候所と名付けたのか。杉本さんが最初に手がけた建物がその理由を明かします。東寺溝妖拝隧道です。長さはおよそ70メートル。奥へ進むと相模湾が目の前に広がります。トンネルの先端は海へ向かってまっすぐに伸びています。実はトンネルは朝日が昇る方角に向いています。それも冬至という1年で最も日照時間が短い日の朝日です。冬至は12月下旬のたった1日。海から太陽が昇る数分間だけ、まばゆい光がトンネルの中を駆け抜けていきます。その光景はまさに荘厳。測候所という名前にしたのは、その測候するためのね、天文台みたいなような機能を備えようと。例えば冬至の朝、寒いですね、朝にですね、じっとその快晴の空から太陽が昇ってくるのを見ると、やっぱり何か感じるものがありますよ。大きなこう
力っていうんですかね、生命の中の一部である、ある意味では宗教的な、気持ちというのも現れて感じられることができると思うんですよね。ギャラリーも実は夏至という1年で最も日照が長い日、朝日がギャラリーを突き抜けるよう設置されています。悠久の昔、人は天空の内にある自身の場を確認しようとした。それがアートの起源である。杉本さんの芸術観を壮大なスケールで可視化したのが江之浦測候所なのです。江之浦測候所には日本の美や歴史を守り伝えるという思いも込められています。施設の正門にあたる明月門は室町時代に建てられた寺院の正門を移築したもの。風格を感じさせる佇まいから長きにわたる歴史を感じます。能舞台の寸法を基本に作られた石舞台。土台はおよそ400年前に江戸城建設のために切り出されたとされる巨大な石。江之浦測候所ではさまざまな時代の古材が用いられています。杉本さんが時間をかけ全国から集めたものです。歴史的な遺物は敷地内に点在しています。まるで昔からそこにあったかのよう、日本人のさまざまな時がここに封じ込められています。現在も敷地内には遺物や建築物などが増え続けています。2022年には海を一望できる場所に奈良の春日大社の神霊を授かる社、春日社が誕生しました。まだまだ、やりたいことがいっぱいあるわけでして、完成は、明治が完成っていうんですかね完成、その死んだ時点で一回作品としては完結するんですけどねこれが完結はするけど完成をするのはいつかということをですね、想定として5000年後に遺跡となった時にいかに美しい遺跡になるかっていうことが一つの設定になってるんですよね。それでその5000年前の21世紀というのがあったんだっていうことを反芻できるような施設。アートの起源を問い、究極の完成は5000年後遺跡になった時という江之浦測候所。一人のアーティストによる途方もない夢のランドスケープです。